こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年3月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介します。ゲームパスタイトルに関しては動画の後半にまとめてご紹介しますね。2ポイントミュージアム3月5日発売、定価3888円です。博物館を舞台にした経営シミュレーションゲームです。過去のシリーズは日本語未対応でしたが、最新作となる今作は日本語に対応することが決定しています。今作ではデザインから管理まで博物館運営の全てがプレイヤーの手に委ねられることとなります。探索チームを危険な冒険に派遣し、太古の植物や氷漬けのミイラ、恐竜の化石といった希少で保存状態のいい文化財を見つけることによって、より多くの来場者に楽しんでもらえるような博物館を作り上げていくこととなります。時には来場者になりすました泥棒や展示物を壊す子供など、あらゆる危険も存在。安全なセキュリティシステムを築いて大切な展示物を守ることも学芸員の仕事なのです。幻想水湖伝 1&2 HD リマスター3月6日発売、定価5500円です。PS1 で1995年に発売されたコナミの RPG 幻想水湖伝1とその3年後の物語を描く幻想水湖伝2の2作を収録したタイトルです。リマスターにあたって街やダンジョンの背景イラストは原作のイメージをそのままに HD グラフィック化され、フィールドも一新。また最新エフェクトによって美しいドットアニメーションとなっている他にも、水の音、風の音などのフィールドサウンドを大幅に追加。バトルサウンドも HD 音源化してよりリアルになっています。さらに1の方に関しては108人全員のキャライラストが新たに書き下ろされている他にも、オートセーブ機能や倍速バトル機能、セリフログなどが追加され、様々な面で遊びやすくなったリマスターとなります。原水は2が特に好きなので Xbox でまた遊べるのすごく嬉しいです。スピリットフィクション3月6日発売、定価6900円です。協力型アクションゲームの傑作アウェイアウトや It Takes Two を開発したチームが手掛ける4年ぶりの最新作です。今作も過去のタイトルと同様に2人協力プレイ専用の作品として作られているのが特徴です。今作の主人公は SF 作家とファンタジー作家という女性の2人組。シミュレーション世界の中に入り込んでしまった2人は現実世界へと戻るべく協力し冒険を行っていくこととなります。ゲーム性は過去のタイトルよりもアクション性が強い作りとなっていて、2段ジャンプやダッシュ、エアダッシュが2人ともの共通アクションとなる他にも、グラップリングやウォールランなどの要素も存在。また、お互いに独自のアビリティを利用することができるのも It Takes Two と同様で、刀や念力を使ったアクションを楽しめるように作られています。なお今作は2人協力プレイが必須となるため、過去の作品と同様に1人が今作を所有していればもう1人は所有していなくても遊べるフレンドパス機能も搭載されています。こちらはオンラインで遊ぶ場合にも適用されるので、自分が購入すればフレンドさんは購入しなくても一緒に遊ぶことができるって感じになりますね。ユミヤのアトリエ3月21日発売です。Xbox 初のアトリエ作品であり、ガスト作品として見ても Xbox では初めてのリリースとなります。今作では記憶と向き合い、迷いながらも信じる道を進むユミヤたちの物語が描かれます。冒険の舞台は広大なオープンフィールドとなっていて、様々なアクションやアイテムを駆使しながら未知の大陸を縦横無尽に駆け巡ることが可能。そしてフィールドを探索して素材を集めることでアイテムを調合することができ、作成したアイテムは物語を進めるための鍵となるなど、戦闘や探索で活用できます。バトルの方は直感的な操作でリアルタイムに進行していき、敵の攻撃をタイミングよく回避、ガードすることによってより有利に進めることができるようなシステムとなっています。また壁や床、屋根、家具など自分好みの組み合わせで自由な建築を楽しむことができるハウジングの機能も備わっていて、カタログからお手軽な拠点建築も可能。拠点は快適度を高めることによってユミヤたちの能力を強化できるボーナス要素も存在するとのことです。
販売金額の方は Xbox One 版が定価8580円、そして Xbox シリーズ X S 版は定価9680円となります。ブリーチリバースオブソウルズ3月21日発売、定価8360円です。2016年まで週刊少年ジャンプ市場で連載されたブリーチのゲームタイトルです。モバイルを除くと実に14年ぶりの家庭用機向けの最新作ですね。今作はキャラクターの個性を生かした一撃必殺ドラマティック対戦アクションゲームと題されていて、覚醒し極限の状況をひっくり返し逆転し合うというブリーチらしさを再現しているのが特徴となっています。ストーリーモードでは死神代行編からアランカル編まで、コミックスでいうところの1巻から48巻までの物語をフルボイスで収録。その他にもそれぞれのキャラクターの視点でメインストーリーの裏側で起きる物語を体験できるシークレットストーリーや、キャラクターたちの束の間の日常を体験できる箸休めストーリーなども収録されます。このストーリーモードは結構力を入れて作られているようで、ブリーチの物語を現代の映像表現で追体験できるのは嬉しいなと思いますね。キリングフロア3、3月25日発売、定価4850円です。最大6人のプレイヤーで協力し、容赦なく押し寄せる敵の大軍を倒して生き抜く FPS ゲームの最新作です。2017年に2が Xbox One でリリースされましたが、日本では未発売だったんですよね。しかし最新作の3はなんと、日本国内でも発売が決定し、予約受付が行われています。私は海外版の2を購入して遊んでいたので、日本でも発売されるというのはすごく嬉しいですね。本作ではより過激になったゴア表現が特徴となっていて、敵が細かく V 欠損をしたり、何でもヘッドショットした時の頭の開き方にまでこだわっているとのことです。協力型 FPS すごく好きなので、今作にも期待しています。激しいゴア表現にも注目ですね。グリムガーディアンズサーバント・オブ・ザ・ダーク3月27日発売、定価4400円です。インティクリエイツが手掛ける探索型 2D 横スクロールアクションゲームグリムガーディアンズの2作目です。本作では前作のアクション性はそのままに、探索と収集の要素がボリュームアップしていて、ステージクリア性だった作りからメトロイドバニアへと変更しているのが一番の特徴となっています。またメトロイドバニア作品に変わったことによってマップの広さは前作の倍以上にも及ぶとのことです。今回の主人公は遠距離攻撃が得意な姉のキリカと近接攻撃が得意な妹のマーシャの悪魔のメイドの姉妹。使用できるサブウェポンも姉妹で特徴が違うので、適切なタイミングで操作キャラクターを切り替え、互いの弱点をカバーしながら進めていくこととなります。また今作は発売日時点ではローカルでの2人協力プレイが可能。そして後日のアップデートではオンライン2人協力プレイに対応する予定もあると公表されています。メトロイドバニア好きなので今作も期待しています。ザ・ファーストバーサーカー火山3月27日発売、定価8580円です。ネクソンが手掛けるアラド戦記の世界観をベースにしたハードコアアクション RPG です。強力な敵やボス、そしてギミックなど、基本的な作りは高難易度ソウルライク作品となっていますね。操作していて楽しいというスタイリッシュさに力を入れている点や、キャラクターがアニメ調のビジュアルで作られているのが今作の特徴でもあります。また、アラド戦記の本編から数百年前を舞台にしていて、アラド戦記を知っている方なら気づくことができるファンサービスの要素も存在するものの、アラド戦記を知らない方でも楽しめるように作られているとのことです。なお、現在 Xbox ストアでは今作の体験版が無料で配信されています。気になる方は、まずは体験版を触ってみてはいかがでしょうか。体験版のデータは製品版に引き継ぐことも可能となっています。ここからは発売日初日からゲームパスに追加されることが決定しているタイトルをご紹介します。アトムフォール3月27日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。スナイパーエリートやゾンビアーミーの開発チームが手掛ける一人称視点の新作オープンワールドサバイバルアクションゲームです。
核の被害を受けてしまったイギリスの田舎を舞台に荒廃した土地を探索して物資を集め、クラフトや取引をこなして生き残っていくこととなる今作では、生き残った人間たち以外にも機械やミュータントとの激しい戦闘が用意されています。ということで今回は2025年3月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。